どうも、フィッシャーズシュグです。マサイです。ホラー系の動画でございます。はい。この辺秩父の方なんですけど、あるあるなのが、その心霊スポット行くよってなって車で移動してる最中に通ったトンネルも実は心霊スポットだったっていう。ついでの心霊スポット何なんだろう。そう、なんか後で調べたらさっき通ったとこもやんみたいな結構あるよ。今ね、ユスクドトンネルとかが、この近くにあって、すごくね奇抜なトンネルなんですよ。そうだったね。なんかこう獅子舞みたいなのが口を開いてて、なんか観光スポットにはなってんだよね。なんか綺麗な感じでありましたよ。すごい未だに使われてるトンネル、定かではないけど、女性の霊がトンネルを出た左側で立っているとか霊として出てくるみたいなんですよ。でこの辺は心霊スポットとかもあるし、いろいろと気をつけてねと言われてます。でこれは別に心霊スポット関係ないですけど、なんかクマ出るらしいですよ。一応用意してあるんですね。もう倒せるかわかんないんだけど、物理的に勝てるようにしてある。倒せるじゃん。じゃあお前今の日本語やばいぜ。ユスクドトンネル近くの今日とある場所に行くっていうのを聞いてますが、こっから先俺もあんま知らないっす。あ、そうなの？知らない。だからちょっと今からここからの、場所、心霊スポット、少し恐怖体験ができる場所に行くために詳しい方をねお連れしてるので、ちょっとお話聞きましょうか。わかりました。心強い味方もいますので、これはずっとやりたかったっていう企画の一個ですね。ちょっと入っていただきましょう。はい、ギャルレヘバイスさんです。かろうじてレオパードが見えるというここね、ギャルレヘバイスさんですね。のご一行ってことですね。2番弟子の北野と申します。北野さん、はい。3番弟子の祭りごとと申します。祭りごと、よろしくお願いします。祭りごとさん3番弟子、案内人の方。案内人の方、そうです。逆に言うとここに一番お詳しいっていうことですよね。そうですね、割と歴史は知ってるかなとは。ちょっとね、まずなんだけど、霊媒師さんと心霊スポットに行きたいっていうのは結構話してたんですよ。でちょっとその機会がいただけそうだったので、ちょっと今回は飯塚優先生と一緒に行くという動画でございますね。一緒に行くの初めて？そう、この話してたんですよね。そうなんですよね。結構してて、じゃあいつか行こうよで今日って感じですね。ここはどこなんだって状態なんですよね今僕ら。全くわからない。そう、ちょっとお話聞いてもいいですか？廃集落なんですけど。廃集落。心霊スポットとしても話は上がるんですけど、どちらかっていうとその廃村マニアですとか、その廃墟マニアの方が結構好んでくる場所では。確かに結構いらっしゃいますもんね。写真撮ったりとかしてね、回ってるみたいな人ね、廃墟マニア、廃村マニアとか。あとはですね、やはりその霊の目撃情報もありまして、で他にもちょっと私の方でも不可解なことっていうか。本人だ。本人だ。私も体験したこともありますし、あとはその気になることも結構あったんですよ。なので今回そのフィッシャーズさんとそのゆい先生に見ていただきたいなっていうのはあります。物音聞こえるぐらいだったら普通なんですね。普通なんですか今から一言。そうマジですか？最低限ラップ音。本当に人がいる音がしたんですよ。でガタガタ人がいる音がして、で誰か絶対いると思ったんですよ。でその換気扇のところからもその夏場なんですけど白い煙みたいなのが出てて、そうでしょ。で中見ても誰もいなくて。誰かが住んでるというかそこに暮らしてる感があったんですね。そのさ、温度感がむちゃくちゃリアルだよね。なんかこのドーンバーンとかで出てくるとかじゃなくて、ピタッと現象も止まるみたいなのもリアルだよね。ちょっと一緒に行かせてもらうと。うわ、マジちょっといや早めじゃん。マジそれか。これ熊よけでこれもらったんですけどマジ嬉しいです。懐かしい。マジ懐かしい。子供の頃これでずっと遊んでた。ピストルだな、バーンって音だけ出るやつ。じゃあちょっと道の案内いいですか、していただいて、先頭の方にここをね行く。そうだね。でもこれ音も出るからいいですね。そうなんですよ。何この山。ここにお墓が。お墓？点々とお墓があるって感じですか？よくここに来てなんか取り憑かれてしまったですとか、なんか霊障起きたとかっていう話があるじゃないですか。ネットで調べて、ああいうのをなんか悪さしちゃったんじゃないか。見えてるだけじゃないはずなんですよ。埋まってるのもあるはずなんで。そっか。枯れ葉とかでね、それこそ埋まってる可能性もありますもんね。でもあれはちゃんと見えるね、あそこに。あれが
お墓ですね。でたった1個だけかあれ。奥にもう一個ある。奥に、あ、そうだね。これあまり見たことない初めて見る俺。これ。と思うんですよ、皆さん。うん。この集落の人たちが何か相談ですとか、そういうことがあった時に書いてこの中に入れるんです。そうすると巡回してきた警察の方がこれを回収してそういう相談を見るっていう。あ、じゃあ普段はここを取り締まる人っていう、要は警察がいないんですね。いないです。そういうことね。あと上見た瞬間、家あった。嘘でしょ。あれだ。はい。こういう場所に、要は交番がない場所に行かないとないとですよね。警察の方が普段からいないので、でその村の方とお話聞いたんですけど、そんなにその仲悪いっていうのを聞いてなくて、で餅つきの臼とかも今残ってるからあれなんですけど、あったんで、だから地域でそういう餅つきとかやるってことじゃないですか。だからもうここの村の人たち仲良かったんだ。仲良かったんだとは思います。こっからの上怖えな。ついていってみましょう。うわー、ほんとなんかガンニバルみたいな感じで。物が落ちてたりとか。ほんとだ、一斗缶みたいなの落ちてる。これはもう村の名残っていうか。ほんとですね。あれでも墓じゃないか。あれ石か。いや、あれも多分墓か。墓か。あのライトの先にね。うわマジじゃん。いろんな意味で岩とかも怖いからあんまり不満とこ。名残がすごいな。奥にも家がある。すごい石で積まれてるよ。あ、本当だ。家というか小屋というか、もしかしたらトイレとかだったのかも。本当だ。トタンの屋根に木でね、角材とかでなんか作ったような。建物が見えた時に一瞬だけちょっと空気がちょっと磁場変わるな。こっから。もうボロボロの家。見るとやっぱり当時の本当だ。ものがすごい落ちてます。酒瓶があるね。多分醤油って昔こういう、あ、確かに入ってましたね。本当だ。そうじゃない山佐醤油。ヘルメットみたいなのが。聞こえた。今聞こえた。聞こえましたよね。何が？ここまで大丈夫なんですけど、ここからそこのお家の前に通る段差ありますよね。はい。この段差の上に行く手前でちょっと皆さん一度一礼をわかりました。はいした方がしていただきたいなと。はい。やっぱりなかなか、お墓参りとかも来たいけど来れないらしい。お墓とかがあったら、お参りちょっとしてもらえると嬉しいなみたいな。変わってじゃないですけどね。そういうのを今思い出したんで、まさにその一礼っておっしゃってたじゃないですか。確かに。つながりあるのかなと思っちゃいました。立派だよ。ね。側面がトタンでできてるね。大きいですよね。大きいですよね。2階建てなんだな。なんだ、こういうところに人が住んでいたっていうのはちょっとね、あまり信じられないけどね。アクセスすごいよこれ。私そこで一礼してまたここでもしたじゃないですか。はい、しましたね。もう一回ちゃんと一礼しなきゃと思わされたんですね。なのでちゃんともう一回2回したんですけど、見てください。たまたまなんですけど形が鳥居みたいに。いや本当だね。確かに屋根ですけどね。本当だね。鳥居みたいな。本当だ。なんでちょっとそういう神を表す形になってるんで、だからそういう感情に私がさせられたんだなって今。もう確かに本当に鳥居みたいに残ってるな。本当だ。しかもちょうどあそこの上の屋根が切れてんだよな。そうなんですよ。あそこで。はい。本当すごいわ。カーテンか。カーテンだ。昔のね。シャラシャラシャラってね。ばあちゃんちとかあったわ。ギターとかテーブルとか畳あるから、ここなんか宴会場みたいなみんなで楽しむ場所だったっぽいよね。ここにギターあって、奥にもギターある。なんかその細かい部屋の仕切りがないよな。でかい部屋でも。ここはなんか憩いの場だった気がする。これ写真っすか？これ写真ですよね、多分。写真っぽいですね。これ写真だと思う。これ見ても大丈夫ですか？大丈夫です。顔が映ったらちょっとモザイクかけてもらえます。見るのは映ってるわ。ここお店です。お店だった。お店だったんだ。ほら、そば、うどんとか値段書いてある。ここでみんなで集まってご飯食べてたんだ、多分。でも洋服からしても何かやっぱそういう集まりの時に
来てるとこですよね、きっとね。たまたまなんだけどさ、このさ写真見つけちゃうのとかちょっと怖いんいや、だけど。私もちょっと今なんか思いました。なんていうのか、その写真見たらその人出てくるみたいな。なんか怖っ。めっちゃ鳥肌立った今。なんかやっぱ見つけた瞬間に、なんとなくこう今を生きてない感覚っていうんですか、ちょっとこう次元超えてる、過去みたいな。過去に来てる感ちょっ覚になりますとゾワッとしたわ。たまたまではあるけどな、写真見つけちゃったのがいやー、急にリアルな感じして怖くなったわ。でも過去を知れてよかった部分が。うん、そういう場所だったんだろうなって。いつ崩れるかわかんないんで、うわ、怖っ。本当に屋根やば。これさっきのあれですね。さっきの方ですね。はい、右側の写真の男性だ。楽しい思い出がすごく強い場所だなと思います。確かに。あとめっちゃリアルな怖さ1個発見しました。はい。何？そこに糞があるんですよ。え？だから何かしらの野生動物来てるっぽいですね。その怖さも。なんだあのほら、だそこ。猫とかだったらいいけど。ちょっとかわいそうというか、いたずらなんかな。なんか撃たれたみたいエアガンとな。エアガンを撃たれちゃったのかな。かわいそう。自分がお店がやられたら悲しいですよね。いくらいないとはいえ。屋根裏というか2階なのかな。物がやっぱ置いてある。本当ですね。大きになってんだ。ね。林道補修工事についてのもの。へえ。なんかいろんな思いは伝わるわ。まあカラー写真だし、そんなにすごい昔ではないよね。なんかある程度統一性はあるのよ。その多分お店だったんだな、人の憩いの場所だったんだなっていうのがあって、で見たら林道工事についてとか、なんかここの多分その都市開発じゃないかわかんないけど、いろんなことに対してのことが書かれてたりとかで、さっきから共通してずっと同じ方の写真があったりとかするんだけど、一個だけこれだけちょっと別よね。これ医学のやつで産後のやつなんですよ。はい。これだけちょっとなんか異質ですよね。そうなんです。胎児に対して。そう、胎児に対してのことが書いてあるの。が書いていたりとか。そうそうそう。産後の話が書かれてるの。はい。家庭の医学主婦百科。ちょっとレベルは高いですけど、なんか絵が。何それ？なんかの歌だな。若者たち。君のあの人はもういない。だのになぜ何を探して君は行くのか当てもないの。すっげえ含みある曲だな。あ、ビタミン。あ、でも勉強してたのかこの人。テスト範囲って。あ、じゃあ医学系おかゆの関係とかだから助産師さんとかになろうとしたのかな。深いなんか人の関わりの歴史が、この村はあったかなっていうのが、この村でしか知らないことが。看護婦学校って書いてありますね。そうです。放射線医学。はまあすごい真面目な方だったんだろうな、ここの人。い。写真見る限り、成功しているようにしか見えないんですよね。そうですね。置いてあるもので背景分かってくのがなんかリアルすぎるんだよな。どういう人だったのか、どういう場所だったのか。まあ、看護学校に勤めて、いた人で2年生の頃って書いてあるから、ここの娘さんなのかな、分かんないけど看護婦になろうとしたんだかな。ここの方の名前は分かったわ。あえて映さんけど、ここの方がどういう方なのかは分かった。生活道路、これさっきあったやつだ。林道補修について。どうぞって受け入れてくださってるような気というか、ありがとうっていうことすら感じてます。言ってほしいんでしょうね。逆に。私たちはここにいたんだよみたいなのを多分伝えてんのか。その補修工事についてとかもなんか勝手にいじんないでねみたいなとか、私たちここに住んでるからねっていうのを訴えかけてる内容みたいなのが結構あったな。挨拶しに来ただけでもちょっと違うのかもしれないね。お風呂か。匂いわかります？あ、臭い。おしっこの匂いするんで。本当だ。だから動物のこれ縄張りっていうか、あれちょっと音鳴らした方がいい。リアルにちょっと。あ、マジだ。やばいっすよ、本当だ、癖。これはリアル鳴らしながら行かないと。おしっこの匂いするわ。本当に。めっちゃアンモニアみたいな匂いする。なんだろう、臭っ。これだから熊の縄張りじゃないですか、下手したら。え？だからおしっこかけ、だからここはちょっと要注意。で、ここに住んでた方もすごい前にあれなんですよ、もうここの村出てまして、
で前に写真を撮った時に、この写真を見せたんですよ、ここら辺の。そうさ、あ、これ俺が昔入ったお風呂だって言って、ここで昔入ったんだよって言って。じゃあ当時本当に使われてたお風呂なんですね。お風呂みたいですね。結構響きます。でもそのぐらいしないとですよね。はい。昭和45年ですね。マジ？相当前じゃん。昭和45年ですの日記が落ちてた。おじいちゃんぐらいの世代かな。でもなんかそんなにこう嫌な感じもしないし、今のところはね。祠があるね。でもなんか見た感じ綺麗だけどね、すごい。倒壊してるじゃん、前の建物が。あそこだけ守られてんのすごいな。あの部分だけ。はい。やっぱいいとこつきますね。本当ですか？めっちゃいいとこついてますね。なんであそこだけ守られてんだってぐらい。守られてるってその言葉が出ることがもういいとこついてますね。本当ですか？すごいよ。ここにもトタンの屋根みたいなのがあるな。なんか上がここ全部お墓な気しますけどね。岩まみれなんで。なんていうの、こっから上は行っちゃダメなとこですね。もうお墓です。この石が、石と祠の位置が一緒じゃないですか。はい。教えてくれてますよ。こっからお墓だよ。古いな。お墓に対しての祠です。じゃああれは何ってとこ。確かに。さっきのやつ何なんですかね。わかりました。家のこれですよね、これ。トタンみたいなのと裏にあるやつとかどうですかね。結論だけお伝えすると、山を守るための祠です。ここの。はい。あちらはお墓を守るための祠です。意味合いが違うんですね。そうなんです。あれはじゃあお墓だからずーっとここにねいる方たちがいるんだろうな。それを守ってんだ。お地蔵様とかも、よく屋根のあるところにありますね。入ってますよね。あの形式なんですよね、作り方が。確かに。あちらにはついてなかった。ついてなかったです。どちらかというと山に埋め込んでました。埋め込んでましたね。雰囲気的にこの上はあんま行かない方が良さそうだけど。ですし、行ったら怖いこと言っていいですか？はい、はい。怪我します。絶対。うわこれ雰囲気あるけどな、こうやって歩いてるだけでもやっぱり。でもなんか不思議と今なんか怖い感じもない。ちなみにここの家の人は自分で家潰したらしいですよ。なんで？もう自然で壊れて誰か巻き込まれる前に自分でもう優しさだねっていう。ここの家の人はめちゃめちゃ優しかったです。2回ぐらい会いに行って。だからずっとシルクさんと私怖い感じ一切しないっていう。全然。そのネットで言われてる誰か病気になったり怪我したりっていうのは、その先生おっしゃってたちゃんとした礼儀守らないで土足で入ってっちゃうようなことやるから、たたりっていうか。シルクさんがすごくやっぱり重んじて、歴史に触れるっていう気持ちで渡り歩いてるので。嬉しさすら感じて、すごいありがとうってずっと言われてました、最初のうちから。だから勝手にこう語ってくださってることでご供養になってますよ。なるほどね。ちょっと知ってほしいところもある。そうなんです。それぐらい今ペリコさんがおっしゃったご認識されてることがたくさんあるんだと思います。そうじゃないっていう悲しいことの方が辛いことのが多いんだよっていう怖さなんかより。なんかね、勝手に理由つけたがっちゃうだろうしな。人がいなくなったっていうだけで。そうですね。すごいな、悪しきネットみたいな状態だな、本当にね。現代みたいだね。ね、本当に。さっき野岩で窓割られてって言ってひどいなって言ってたじゃないですか。あれ本当に同じことをその所有者の人とかも言ってて、向こうのその一軒孤立してるところのそのトイレのドア壊されてる。いたずらされてんだ。それがすごいやっぱり嫌って言ってました。そりゃそうですよね。すごいなと思いました、観察眼が。割れてるとこの部分じゃなく、割れ方を確かに確かに。これはこれだな。確かにね。半分推理みたいになったもんな。自然にね、倒壊して誰かがこうね、なんかそれこそ挨拶しに来た人が巻き込まれちゃうとかっていうのだとね、本人的にもね悔やまれるっていうのもあるから先に潰しちゃおうとですよね。このお家の
神様がすごく笑顔でこっちを見ているので、あ、さっき日記を見つけたんですよ。はい、さっき。そしたら昭和45年って書いてありましたね。まめな方だったんだなっていう、ね。その実費とかさ、費用とかも書かれてたし、そういうね、お金の勘定とかもちゃんとしてて、すごいまめな方がここにいて、真面目な方。そうだから写真とかもまめだから撮っといてたんだろうな。あと身なりがすごい綺麗でしたもんね。うん、すごい思いやりのある方だったんじゃないかなって、相当思い出詰まってるね。まずこういうご説明って力とかがないとできないので、やっぱりすごいですね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ。ありがとうございます。よかったよかった。よかったね。なんかね、あ、俺かって今思った。そうです。そうですね。あ、俺ってなって。シルクさんだから絶対喜んでるっていうのはありますよ。あ、本当ですか。今日は。嬉しいな、それは。よかった。はい。ナチュラルになんか修行動画みたいになってますけども。はい。うわ、初めての経験。一礼していただいて、この隙間の下あたりと屋根の上と少しだけ中に軽く入れていただければ。わかりました。そして中にも少し入れていただいて、同じようにお水を。はい。で、屋根の上と同じようにですね、中にもお願いします。ね、誰かの思い出の地みたいなのに少しこう関われたのかなっていう気がするのが、気持ちがいいものではあるよね。まだ立ってる時とかっていうのも見てみたかったなと思いますけどね。確かにね。どんなお家が建ってたんだろうかなっていう。今シルクさんがしていただいたことって、はい、我々で言う、はい、まあうちの神様に対しての、お礼だったりとか、霊に対する供養だったりっていう意味合いになるんですね。これを各所そのスポットでやっていくことで、逆にその助けたってことの恩恵とか徳を我々がいただいて無事に過ごせるっていう恩恵なんですけど、だから何もなく私たちも活動できているので、どちらかというと危険な目に遭うどころかパワーアップしたシルクさんに、それは嬉しいな。みんなを守れるシルクさんにさらになれるっていうお作法でもあるんで、確かに守るもの今増えていくからな、やっとかないとな。はい、あれは取ります。一回だけね、終わって今お話聞いてよし戻ろうかなって一回だけ奥からカーンってなりましたよね。誰か多分気づいたかな。多分ね、奥からパーンって一回だけ柏手みたいなパーンって一回だけ聞こえたよ。そっちからなんでかわかんないけどね、一本締めみたいな感じです、みたいな感じです。一緒にやってくれたの。シルクさんだけですよ。シルクさんがやってくださったお礼です。私は聞こえなかったんで一回だけパーンって。だからシルクだけにやってくれたの。すごっ。ほんと結構リアルに。マジ。なんかすごいね。乾いたとかじゃないの、もうパーン一回だけなって最初と思って見たんだけど、特に何もないしみんな反応してなかったから流したのよ。でそのままこっちこうやって行ったんだけど、やっぱ気になるなと思って今話してたんですよ。そう俺多分あっち向いてるの映ってんじゃねえかなと思う。気持ちよかったって言ってサムネ撮ろっかってなって俺ここ降りてきた時だったに一回パーンってほんと奥の方そうで誰も特に反応なかったから、いいよ、荷物一旦置いてサムネだけ撮っちゃおう。すごいよ、結構でかかったからね。本当に。おめでとうございます。いやありがとうございます。びっくりした。まだずっと鳥肌立ってるもん今めっちゃでかかったよ。入ってると嬉しいけど、だってみんな聞こえてないんだもんね。聞こえてない。入ってたら嬉しいけどなってぐらい。いやもうこれはシルクさんの恩恵です。一回だけドーン。今までなんかそういうさ、もうリアルな結構怖い音とか聞いてきたけど、そういうのじゃなかったね。確かに、すごい。今のはすごいわ。びっくりした。なんかこうなんですかね、霊媒師のような活動が一緒にできて、いや本当に確かにね。びっくりしたマジで。そうだね。もう初めて今の音はなんか人間の手じゃないよ多分。そのこれじゃ出ない音、めっちゃイメージね、めっちゃでかい手がもう
なんかこのこうじゃなくて横からこうパーン挟んだみたいな、パーンっていう音があっちで破裂音みたいなしたから、だから一回熊よけで鳴らしたんかなと思って見たけど誰もやってなかったから、上から真っ暗で何も見えないけどね、なんか上から聞こえた。すごっ。それ以降聞こえてないから、守りがつきましたね。うわちょっと逆に寂しいっすね、この僕しかっていうのが、ね、共有できないのが寂しいわ。聞ければ確かに聞きたかったけど、でもそれって逆に言うと特別な音なんで、まあそうか、もうそれは証拠です。シルクさんに届けたっていう。よかったよかった。すいません、止めてしまって。とんでもない。ごめんなさい、ごめんなさい。とんでもないです。次回の回があったらですね、シルクさんにおりんをお渡ししたいです。おりん。で、気になったところで今みたいに供養というか、お気持ち届けていただくのに鳴らすっていうので、扱えるであろう素質がすごい。本当ですか？マジか。はい。すごいな、シルクロード。ちょっとそれでちょっと照らしていい？これ照らしていい？それで見たい。別に電池ないから。あ、ないのか。これが。何？なんかある。祠っすか？あれも祠。あれもじゃないですか。あれもか。びっくりした。すげえ。うわ、すっご。マジやん。マジかよ。マジやん。俺マジで知じゃらなかった。ああっから来たんだ、じゃあ。かもしんない。多分ね。鳥肌。俺マジで知らなかったからね。今初めて知ったから今。俺マジで知らなかったからね。今初めて知ったから今。マジか。もうほんとあそこの辺。うわすごっ。逆に気づかなかったなってぐらいあんなしっかりとなんか本当にあったなんか。横見ると石垣もあるんで多分一番立派な場所なのかも。本当だ。この上にもなんかあるかもしれない。本当だ。繋がってます。本当繋がってる。初めてだな。いやなんかびっくり。フィッシャーズ史上初だよ。マジでびっくりした。斜め下に向かって両手でこうやってる人がいたんだ。なのでそこにこう斜め下に向かって指をさしてる方がいたんで、最初この建物の何か下の方なのか、もしくは奥のその下の方なのか。この下。はい、そこにこっちですね。斜め下なのでそちら側に何かが刺してる。この家の下かこの家かここってことですよね。はい、もう斜め下だったそこがさっき僕が体験したっていう気持ち悪いところの家があるんですよ。じゃあそこ見てみますか。行くだけ行きます。はい。さっきお話しされていたその気持ち悪い場所に最後行ってみますか。雨濡れて石だしね、気をつけよう。さあラストに見に行きましょうか。こっちにね何やらあるみたいなんで、僕だけが聞こえたでっかい手の柏手みたいな音、マジで多分僕にしか聞こえてないっぽいし、でなんかあそこから聞こえたで指さしたら祠あったんですよ。これもう本当にやらせなしで、マジで俺も知らんかったから、まあそもそもここ来るの俺今日知らなかったし、だからちょっとびっくりしたのもつかの間最後に気になる場所があるということでそこに向かいます。確かに。階段。待って、めっちゃ家あったわ。すげえ家あった。モザイクしますけどお墓があります。家めっちゃある。家めっちゃあるぞ。さっき松井先生と北野先生が指した方角がここなんですよ。こっち気持ち悪い。僕はここで実際体験したのはですね、ここから煙が出てたんですよ。白い煙が本当に。それ写真残ってるかな。人が本当にいるそのキッチンでなんかガタガタやってるみたいな音がしたんですよ。人いると思って中見たら何にもなくて、でそれで外来たらもう煙も出てなくて、とこの辺か。今ね聞こえたっすね。俺も聞こえた。今ね聞こえたっすね。俺も聞こえた。人の声みたいな。熊の声っていうよりは、声帯使った音って感じしたね。みたいな。みたいな。俺も聞こえた。上だね。上の方から聞こえた。繋がってるっちゃ繋がってるんですよ。山道になってて。この建物なのか裏なのかわかんないですけど聞こえましたよね。4人がちゃんとね、4、5人ちゃんと聞こえてたもんね。咳払いというかね、なんか痰が絡んだみたいな。みたいな。守られてるのは分かりやすく言ったら上です。上はちゃんといい神様がいて守ってます。こっちは崩壊してるとか結界が破れてるような状態。手つかずみたいな感じだった。なんでまあ
もともと守っていらっしゃった土地の神様が、うん、ちょっとたどり紙に上は寂しさだったんですね、こっちは孤独さなんですよ、上あったかくてこっち冷たい冷たいですね。なんか寒いですよ、急に冷たい風が吹き来るんですよ、まああんまりにもここをねあれするのまあそうだね、そうだね、俺らのあれでするのはあれかもしれないから、まあここからはそれこそユン先生の方でいろいろと手はずを踏んでもらった方がいいと思うんで、まあ後でまとめはちょっと僕らの方の動画は下で撮りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーちょっと長らくねいろいろと見させてもらったんですけど、まあ僕が感じたものというか、初めてですよね、お酒をねまあ土地のところに撒いたりとかっていうのやって頭下げたりってことをやったら大きな拍手というか一本締めみたいなのがバーンって聞こえてびっくりしたと思ってなんだと思ってみたらあれ誰も聞こえてない感じだな、聞こえてなかったってなって後でライト照らしたらなんか祠みたいなのがありましたね、そういうのが1個あって動画の、終盤の方にね入ってるかわかんないですけどちょっとここは雰囲気違うなって場所がまあ確かにあったんですよ。そこ行ったらなんかね咳払いみたいな低いなんか声でみたいな、いやあれは聞こえたよのがして何だったんだろうねっていうそういう不可解なこととちょっと分かったこととかもいろいろあったのでなんかもう本当に僕らじゃね、まあそれこそフィッシャーズだけだと分からないことっていうのがコラボで一個ずつ紐解けた場所だったのかなとは思いましたね。シルクさんが今回初めてお酒をまいて、お水をまいて、で神様にお祈りをしてくださったことでやっぱりそこでつながったちゃんと心がやっぱ目の前にありましたね。あったっていうのもこれはやっぱシルクさんだから今回こういう流れになったんだなっていうのもやっぱちょっと感動というか、いや衝撃でしたけどね。あれみんな聞こえてないんだっていう、でっかい音だったんだけど全く聞こえてなかった。そう終わった後本当に俺その本見てんのよちゃんと、ね撮れてるか分かんないんだけど、でその後にちゃんと確認もしたしみんなその後照らしたらちゃんとなんかこうね石垣みたいのがあって、その奥に1個ポツンってね祠みたいのがあった。あれは俺もねもちろん今日初めてここ来たしここ来るまでこの集落ってことすら俺あんまり知らなかったの、実は。だからもう全然事前情報とかないから結構リアルにびっくりしてる、もうあれはもう完全にシルクさんのお礼でシルクさんにお礼ですよ。いやびっくりよ。神様から直お礼ですよ。確かに初めての経験だね。いろんな家を見ていくとなんか本当人のこと大事にしてなきゃこの本は読まねえなっていうのがあったりとかすんのよ。そうだね。だからそういうつながりとかは大切にしてた方たちだったんだろうなっていうのは思いましたね。だからあんまりこういうスポット行った時にまず気になるのがさどんな人がどんな死を遂げたのかだと思うの、俺あんまり気になんなかったもん今日、その本当に恐ろしい場所って感じではなかったですけど、見たいであろうちょっとこう普通じゃ起きないような現象は起きたな、声も聞こえてるしなこっちはね。ゆい先生の方でもね、チャンネルの動画でも僕らとは違うところ、見てない場所っていうのを見に行ったんですよね、ゆい先生の方の動画で。そちらもねぜひチェックよろしくお願いします。お願いしまお願いいたします。ぜひともね双方のチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いします。お願いしまお願いいたします。せーのアデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドマークから見てってね。チャンネル登録よろしく。せーのアデュー。